この季節恒例の梅仕事。去年は梅シロップに甘露に梅ジャムを仕込んでおやつの時間を充実させてくれたけど、今年は料理にもいろいろアレンジできる梅味噌を作る。梅干しのように梅を干す必要がないから数時間でできるし、何よりいつもの献立にも活躍してくれるのが嬉しい。材料の梅は手始めの青梅でも黄色く熟した完熟梅でもどちらでも大丈夫。青梅で作れば酸味の効いた梅味噌に、完熟梅なら甘めのフルーティーな梅味噌に仕上がる。梅は味噌や砂糖と一緒に煮てしまうので、傷物の梅でも十分。少量からでも美味しくできるから、梅シロップや梅干しに使えない梅を梅味噌にするのがおすすめ。梅はきれいに洗って1時間ほど浸水してアクを抜く。完熟梅の場合はアク抜きは不要。アク抜きした梅をざるにあけて、竹串で梅のお尻をつつき、黒いヘタを取る。実はこのヘタ、取っても取らなくても味に大きな変化はないと最近になって知ったけど、毎年こうやって黙々と作業しながら、今年ももうすぐ折り返しかと半年を振り返るのが恒例になっているから、もはややめられない。今年中にやりたいと思っていたことに手をつけられないまま、あっという間に半年が過ぎようとしている。いつもこの時期にやっと重たい腰を上げて小さな一歩を踏み出す。梅仕事も始めるまでは少し億劫だけど、キッチンに梅の瓶が並んでいるのを見ると、今年もやってよかったと思うから。ヘタを取った梅は種の周りにぐるりと4等分に切れ目を入れて実を外す。種の部分まで削ってしまうので力を入れすぎないように。残った種の部分は醤油につけて梅醤油にするので、少し実が残っていても無理に取らなくて大丈夫。種を外した実の半分はカリカリ梅にしよう。もうすぐ梅雨入り。ジメジメとした気候からいい印象を持たれることが少ない時期だけど、乾燥機付き洗濯機と梅仕事に出会えてからは嫌いじゃなくなった。梅仕事を終えた後の手からは完熟した梅のような甘い香りがして、この香りをそのまま香水にしたいといつも思う。鍋に味噌とみりん、砂糖を入れて弱火でかき混ぜていく。甘い味噌が苦手だったり砂糖を抑えたい場合は砂糖の量を減らしても大丈夫。砂糖が溶けてとろっとしてきたら梅の実を入れる。だんだん梅の実も柔らかくなって煮崩れてくる。ヘラで実を潰すようにかき混ぜて味噌となじませる。最後にミキサーで混ぜれば均一になるけど、味の不均一さに手作りならではの良さがある。梅の皮や実が味噌の中にまばらに残っていて、それを和え物などで見つけるのが嬉しい。水分が飛んで味噌がぽってりとせ
清潔な瓶に入れて冷蔵庫で1年ほど保存できる。今日は出来たての梅味噌を使って3品の献立を作っていく。まず1品目はサバの梅味噌煮。いつものサバの味噌煮に爽やかな梅の香りがプラスされて、食欲も体力も失われがちな梅雨の時期にぴったりな一品。サバは火が入りやすいように皮目に切り込みを入れ、両面に塩を振って10分ほど置いておく。その間に和え物の準備。和え物といえばほうれん草や小松菜も定番で美味しいけど、今日はスーパーで目があったアスパラ。ピーラーで根元の硬い部分の皮を剥き、鍋に入る長さに切る。アスパラは後から食べる長さに切った方が水っぽくならない。沸騰したお湯に塩を加え、柔らかくなるまで 1,2 分湯がく。箸で上下を返すようにしてあげると均等に火が入る。根元の方を先に30秒ほど湯がいてから先の方を入れる。1,2 分湯がいてアスパラが柔らかくなったら先の方から揚げていく。冷水にとってざるにあけ、水気を切っておく。アスパラを湯がいたお湯でそのままサバの霜降り。表面が白くなるまでさっとお湯にくぐらせ、魚の臭みや汚れを取り除く。下ごしらえしたサバは煮汁に浸かりやすいように小さめの鍋に入れ、水、酒、生姜、梅味噌、醤油と一緒に中火にかける。煮汁が沸騰したら蓋をして7、8分煮る。半分くらい火が入ったら仕上げにみりんを回しかけて照りを出す。サバに火が入ったら取り出して煮汁がとろっとするまで煮詰めていく。見た目はいつものサバの味噌煮だけど、ふわっと梅の上品な香り。粗熱を冷ましておいたアスパラは3センチ幅に切ってお皿に盛り付ける。梅味噌をのせて白ごまを散らしたら完成。生の野菜につけても美味しい梅味噌。梅味噌とマヨネーズを1対1で混ぜれば即席梅味噌マヨディップの出来上がり。冷蔵庫にある野菜をスティック状に切るだけでできるスティック野菜は、野菜不足が気になる時にも忙しい日の一品にももってこい。今日のメインおかずは何にしようかと考えながら野菜を切っているうちに出来上がって、それとなく食卓を彩ってくれる。最近すぐに胃もたれするから、こういうお腹にたまらないメニューが一品あるとなんだか嬉しい。今日は夏の味覚葉生姜も一緒に。6月から8月にかけて旬を迎える葉生姜は普通の生姜に比べて辛みが穏やかでみずみずしく柔らかい。甘酢漬けにしても美味しいけど、今日はスティック野菜と一緒に生でいただく。葉の部分を少し残して切り落とし、根のくっついている部分を切り離す。薄皮を包丁で削ぎ落としたら下処理完了。辛いのが苦手な場合は
30秒ほど湯がくと辛みが穏やかになる。桜のカッティングボードに盛り付けていただきます。Once again, you're gonna drop me down. Words for you are nothing but a sound. Don't you see? You don't fool anyone. Your life to me is buried in the ground. Never hit the apple in the garden. Guilt and sadness run into your veins. Never hit the apple in the garden. Guilt and sadness run into your veins. Once they said, great honors are great burdens. For sure, you've always lived behind the curtains. Too slowly, I come to realize you're not the one that I know. I'm sorry. Say farewell to little sparrow. Never hit the apple in the garden. Guilt and sadness run into your veins. Never hit the apple in the garden. Guilt and sadness run. ご視聴ありがとうございました。